んにちは、さきです。本日はですね、日焼け止め企画になります。はい、ということで、今回は私がこの春手前ぐらいから集めていて、どれがいいかっていうのを研究してきた日焼け止めたちを本日ご紹介していこうと思います。もうすでに紫外線もだいぶ強まって、もう夏っちゃ夏なんですけど、これから7月、8月、9月ぐらいまで多分日焼け止めしっかりと塗る方多いと思うんですけど、夏の日焼け止めに迷ってる方はぜひ参考にしていただけたらなと思います。それでは動画スタート。こんな感じで何個かちょっと引っ越しの準備で捨てちゃったんですけど、いろんな日焼け止めを探して手当たり次第に買ってみました。でいろんなのを試した中でよりすぐりのものたちを紹介していこうかなと思います。使ってるのもあれば使ってないのもあるっていう感じで、個人的な意見でレビューしていこうかなと思います。まず最初にこっちからさっぱりしっとりになってます。そのさっぱりしっとりの基準っていうのが、つけた時に大体全部しっとりしてました。乾燥とかも基本的にはしないラインナップになってます。ここにあるものたちは。なんだけど、つけたてだったりとかテクスチャーが、軽いのと重いのとっていう感じのさっぱりともったりっていう感じの企画になっております。あとはトーンアップされる、トーンアップされないっていうのも一緒にレビューしていこうかなと思います。まず1つ目、バイオヒールボプロバイオダムコラーゲンエッセンスサンクリーム南賀。これはもともとすごく気になってた商品で、韓国ブランドなんですけど、ここのブランドのスキンケアがすごく好きで、シワクリームだったりとか美容液だったりとか、結構ねエイジングケアに特化したアイテムがすごく有名なブランドになってると思います。で私はこれのシワクリームをすごく愛用してて、信用性が高かったので、もう出た瞬間にすぐ買ったアイテムです。これが紫外線カットと、あとエイジングケアと透明感ケアっていうのがトリプルケア化粧品とのことで、スキンケア成分を 78% 以上配合した美容クリームのようなテクスチャーですっていう風に書いております。でコラーゲンを直接肌に塗ったようなツヤと潤いを与えますとのことなんですけど、テクスチャー、私の個人的な好みで言うと、日焼け止めってベースメイクの一番最初にするものだから、できるだけ軽めが好き。軽め、ヌメヌメしない。ここら辺が保湿されすぎて、クリームすぎて、結構テカテカするのは苦手っていう感じなので、できるだけさっぱり、なおかつ保湿される。で、つけ心地が軽いっていうのを基準に基本的には選んでおります。その中でも結構がっつりとさっぱりしてるのがこちら。本当に美容液みたいな感じです。こんな感じで、ちょっとどんどん下にスーッと落ちるぐらい軽めなテクスチャーになってるので、アンプルみたいな感じっていうのかな、溶けるような感じ。クリームっていう感覚ではなくて、乳液でもなくて、トナーと美容液が混ざったみたいなくらい軽いです。なので結構密着力も高いし、スキンケアしてその後にこれ塗ってベースメイクを始めても、あんまりベースメイクに影響しないというか、重ねてて嫌な感じがしない日焼け止めになってるかなと思います。正直焼けてるか焼けてないかの診断は私はしてないのでわからないんですけど、テクスチャーだけで言うとすごくさっぱりしてて、誰でも使いやすいかなと思います。乾燥肌の方にも大丈夫だと思うし、逆に混合肌だったりとか姿勢肌の方とかにも使えると思います。油っぽいのが苦手って方はぜひこれは一度使ってみるといいんじゃないかなと思いました。最近だとビーガンのものだったりとか、そういうちょっとケアをしながらベースメイクができるものとかのコスメがたくさんいっぱい出回ってると思うんですけど、やっぱりそういうアイテムだと安心しながら、肌とかねすぐ荒れちゃったりとかする方とか、肌が弱い方とかにはすごく嬉しいアイテムなんじゃないかなと思います。個人的にはすごく好きなアイテムです。続きましてこちらです。これはオリーブヤングで買ったんですけど、韓国のずっと1位って書いてありました。いつ出たのかわからないんだけど、結構前から知ってて存在を。Twitter とかですぐ出てくる。夏になるとすごいバズってるイメージです。で、今年もすごくこれが Twitter でバズってて、こぞってみんな買ってたし、ストックも全然なかった。今年もすごくバズってたアイテムかなと思います。でも多分私これにすごい期待をしすぎて、口コミを最初に見てたから、多分それで期待をしすぎてハードルがすごく高くなってたおかげでのせいで結構使った感
じはそこまで言うほどでもないかなっていうふうにはちょっと思ってしまいました。テクスチャーはこんな感じです。これも軽い、さっきの美容液クリームと同じぐらい軽いんだけど、これをつけてる韓国のお姉さんが肌がもっちりしててツヤツヤしてるみたいなのですごくバズってたんだけど、確かにしっとりはするんだけど、割とどれもしっとりするし、ツヤはできるかなって感じだし、これでツヤってなってもどうせベースメイク上からするからあんまり別に関係ないかなっていう感じで、そこまで私的には思ったほどっていう感じでした。トーンアップとかも特にないので、ツヤはできるしうるうるっていう肌にはなるけどっていう感じでした。結構軽めのテクスチャーなのでつけやすさはすごくあるかなと思います。拭いた後もね、すごいね保湿されてるというか、もっちりする感じ、肌が整ってる感じがするので、そういった点ではとてもいいのかなと思います。ただ別にこれで何かがカバーされたりとか、すごい特別他の日焼け止めと大きくポイントがあるわけではないかなっていうふうに思いました。続いてこちらですね、イニスフリーです。イニスフリーもスキンケアブランドなので、有名だし結構信頼があって買ってみたんですけど、良くも悪くもないっていう感じでした。テクスチャー的にはさっきの2つよりもちょっとこっちの方が重ためです。これも結構お肌はこんな感じでもちっとするけど、別にトーンアップしたりとかそういうのはないかなっていう感じです。匂いはね、どれも別に臭いとか日焼け止めっぽい匂いとかは今回多分ピックしたものたちにはどれも入ってないので、つけ心地的には割と本当にスタンダードというか、目立ってめちゃめちゃいいみたいなのはこれもそんなになかったかなっていう。何買ったらいいか分かんないっていう方とかはやっぱりこのイニスフリーとかスキンケアで有名なブランドとかのだと使いやすいのかなっていう風に感じました。続いてラロッシュポゼ、これは私もすごく好きなブランドなんですけど、これはでもすっごい密着力がかなり高いです。テクスチャー的にはこんな感じで、さっきのたちと比べるとだいぶ重たいのが分かると思うんですけど、クリーミーです。めちゃめちゃトーンアップするわけではないんですけど、ほんと軽くたっぷりつけるとっていう感じ。結構日焼け止めって500円玉サイズをめっちゃ塗ると思うんですけど、そのぐらいの量塗ってもしっかりとフィットするくらい、次塗るファンデーションの密着力も高めてくれてるんじゃないかなってぐらいすごいお肌にフィットします。なので普通の日焼け止めと比べるとテクスチャーとかにその誤差はそんなにね大差はないんだけど、次のベースメイクの完成度が高まるっていう感じなので、私は基本的には割とこれを日々使うことが多いかなっていう感じです。なんかね、調べたらこのブランドさんがアジア人の肌に向けて作ったものみたいな感じで、そんなような匂いのことが書いてあったのでアジア人ですので、個人的にはすごく好きなアイテムです。ちなみにこれに関しては色付きと色なしがあって、今紹介したのは色なしです。なのでベースメイク普通にファンデーションも塗るよっていう方は、これ色なしの方をお使いするのをおすすめします。続いてこちらです。これもトリデンのやつで、私パックが大好きなので、ここのブランドの水分量とかがすごいんじゃないかなって思ったのと、パッと見勝手な印象でなんかジェルっぽいのかなとか思ったの。軽いつけ心地なのかなって思ったら割とクリームだった。イニスフリーとちょっと似てるんだけど、しかも固めなクリームになってます。これもね、イニスフリーと感想が同じ感じ。ちょっとトーンアップするね。これ多分1回しか使ってない。これ最初に使ってこんな感じかと思って1回しか使ってないんだけど、ちょっとトーンアップされるかな。透明感は出るっていう感じでも、結構油分が多い方、お肌の油分が多い方、テカりやすい方とかはこれ夏に使っちゃうと、どんだけベースメイクしっかりパウダーとか塗ってもなんか下から浮いてきちゃいそうな感じがなんとなく私は塗った感じであったので、これはちょっと1回使ってからお蔵入りになっているものになります。でもこれクリーン&ビーガンって書いてあるので、ビーガンの製品っていうのと、でもなんか保湿って感じだよね。乾燥肌の人にはすごく向いてるのかな。特別お肌が乾燥します、カサカサしますっていう方とかは多分すごく向いてる。逆に油分が多いよとか混合肌の方とかはこれだと浮いちゃうのかなっていう気がしました。
続いてこちらラロッシュポテ色付きバージョンですね。これは BB クリームのバージョンです。これはもう日焼け止めプラス化粧下地になってるので BB クリームと書いてあるので BB クリームですね。色は2色しかなくて、私が買ったのは2色中の明るい方の01番を買ったんですけど、こんな感じのベージュカラーになってます。私は本当に最近化粧下地兼日焼け止めみたいなのがすごい好きで、もちろん日焼け止めを塗った後にこれをさらに使うこともあるんですけど、基本的にはこれだけでも全然大丈夫。絶対焼けたくないよっていう方は日焼け止めを前に塗ってからこれを塗った方がいいと思うんだけど、私はちょっとズボラなんでこれを1個で使っちゃったりとかします。そんな感じで結構ねスルスル伸びます。 BB クリームの中でも。でカバーもある程度はされる。だけどクッションファンデーションとか普通のファンデーションとかリキッドファンデーションとか、あとコンシーラーみたいにめちゃめちゃカバーはされないのでシミとかは消えるわけではないです。ただ基本的なお肌のムラだったりとか毛穴だったりとかそういうのはしっかりとカバーされるので、私は最近もうこっち系のものを使ってなるべく夏でも肌がよれないように使ってるっていう感じです。両方が1個になってた方が楽だよね。朝すごい楽。日焼け止め塗る時間ってめっちゃだるくない？私もね本当にめんどくさいし朝時間がないから、できればもう1個で済ませたい、オールインワンでいきたいタイプ。ここから連続して全部色付きのアイテムになってくるんですけど、その中でもこれはやっぱりさっきの透明の方のこれと同じくアジア人の肌に向けて作られたものだし、韓国でも人気だし日本でもすごく前から人気なものっていうのもあって、やっぱり本当に密着力も高いしすごくつけ心地もいいです。でファンデーションとしての代わりにこれを使ってるんですけど、これもよれ方がすごい綺麗。 100% よれないわけではないんだけど、小鼻とかがよれたとしても手で押さえるだけで治るので汚い崩れ方一切しない。なので夏とかで日焼け止めも塗るしファンデーションも塗るしパウダーも塗るしで、ちょっとここら辺嫌だよねよれるのっていう方とかはなんかぐちゃぐちゃになるじゃん。そういうのがないのでファンデーションしなくてもいいって方はぜひこれを使ってほしい。よれたくない方は絶対これがおすすめです。続いてこちらのオバジ C です。オバジ C は洗顔とビタミン C の美容液がすごい私大好きで、昔からずっと使ってたブランドなんですけど、すぐさま買ったんですけど、すごいトーンアップされるわけでももちろん、さっきのねこれもトーンアップはそんなにされないんだけど、BB クリーム特有なのかな、茶色くなるのかな、なんか暗くなる。最初は別にそんな風に思わないんだけど、勝手に馴染むからみたいな。これ多分色あったか忘れちゃったんだけど、あったとしても2色しかないと思うの。最初のつけたてはトーンアップはされず、その自分の肌のままに馴染むみたいな感じなんだけど、時間が経つとなんかどんどん夕方ぐらいにはね、これ使ったら結構松崎しげるさんみたいな。確かにあったよね。はい、ありました。何なんだろうな、わからないんだけど、なんかクッションファンデーションとかでもたまにあるんだけど、やっぱりクッションファンデーションもどんどん酸化していくので、水分量が多くてなのか、酸化していくからくすみがすごいね、夕方ぐらいになると目立つんだけど、これがね結構他のものに比べて一番くすみがひどかったかなって個人的に思いました。私の肌に合わなかったのか何なのかわからないんですけど、個人的にはちょっと期待してた分もあってちょっと残念だったかなっていう感じです。ただカバー力はラロッシュポゼよりもこっちの方が高かった気がする。色が濃い分シミとかの部分に関してはカバーはすごいされる。逆にお肌が白肌寄りの方じゃなくてラテ肌な方とかヘルシーな感じのお肌の方は、あと焼いてる方とかねは全然気にならないんじゃないかなって思います。でもツヤはすごい出るので、均一に綺麗になっていくようなツヤは出るのですごくおすすめで、今多分こっちも紹介したんだけど、こっちの方がでもよればにくい。こっちは若干この T ゾーンのテカリとか凹凸のあるところがすごくテカりやすい。こうやってやっちゃうとちょっとぐちゃっとなっちゃう感じがしたので、個人的にはこっちの方が好きでした。でも Twitter でバズってた、これも。で続いて最後のアイテムです。こちらです。こちらも初めて見ました。ウルトラプロテクショントーンアップ3って書いてあります。これは BB とかではないのね。 BB ではないけどトーンアップするよっていう日焼け止めなのかな。こんな感じ。結構重い。こんな感じです。なんかみずみずしいんだけど重いみたいな感じで、これが多分今までの中で一番ツヤっぽいかも。みずみずしいもったりみたいな感じで、グリセリン塗りましたみたいな感じのテカリとツヤの瀬戸際みたいなあるじゃん。ツヤわかる？ハイライトとかで出せないツヤ、みずみずしいツヤ。さっきのと全然違うくない？なんかこういう肌の人多くない？割と韓国の方こういうの好きな人多いよね。多分最近のトレン
は割とマットになってきたらしいんですけど、どっちかっていうと多分やっぱりまだこういうつるっとしたお肌、丸いおでこにこれがつるっとなってて、光浴びた瞬間につるっとなってる感じ、わかる？そういうのがお好みの方とかはすごくいいんじゃないかなって思いました。私はこれテクスチャーとかは全然良かったし、カバー力も別に全部期待してないので、まあ普通全部一緒。これは本当にツヤがすごすぎて、私この上からパウダーは絶対するのね。私手からせたいところ、ツヤを出したいところとマットにしたいところのメリハリが結構しっかりしてるので、全顔よくファンデーション塗ってそのまんまパウダーせずにメイクする人いるでしょ。絶対無理なの、気持ち悪くって。私最近この顔周りも塗れないくらいそれが嫌なので、そういう方には不向きかな。私は多分これはちょっと使えないかなっていう。すっぴんでもう髪の毛もオールバックの時とかだったら全然いいんだけど、前髪とかある人とかは多分こう油切っちゃうんじゃないかなっていう感じの感想でした。これは本当にツヤっていう感じです。なので超リアルな内側から発光したようなツヤを出したい方はこちら。これは本当にツヤ重視だから、頬だけとかに塗るとかだったらいいかもしれないんだけど、ちょっと私は全顔だと厳しいなと思ったのと、少量出してさっきのテカテカ具合だったので、500円玉ぐらいで出したらもうとんでもねえ顔になってしまうんじゃないかなっていう感じになってます。で、とりあえず今以上、私の今年の春から夏に向けて用意して買ってみた日焼け止めのアイテムたちになります。この中でもリアルにおすすめなものを紹介していきたいと思います。私がですね、肌タイプは混合肌になりまして、インナードライ系のお肌になってます。油系のものとかを使うとやっぱり本当に良くなる。スキンケアで結構オイル系のやつ混ぜたりとかする方いると思うんだけど、オイル系とか使ったらすぐニキビできるし、メイククレンジングもオイルのクレンジングでやるとすぐニキビできちゃうので、私は基本的にミルククレンジング系しか使わないようにしてます。本当にそれだけでも全然違うので、クリームの中に油分が入ってるやつとかもすっごい苦手。そんな感じの話質になっております。まず1つ目、まずこちらはですね、本当に日焼け止めの中で私が一番求めてたテクスチャーです。個人的には、超探し求めてたので言うとジェルっぽい感じで、前にイムブリーみたいなジェルの美容液サンクリームみたいな、あれみたいなつけ心地が一番ベスト。もう一番軽いし、スキンケアの一環みたいな感じでつけれるので一番良かったんだけど、なんかあれが本当は日焼け止め効果がなんか本当薄いみたいな、あんまりみたいなのを見て、本当かどうかはちょっと調べてないかわかんないんだけど、多分今年はあんまりとか見かけなかったんだよね、そもそも。なので、それに近いわけではないけど遠くもないみたいな感じなのがこれでした。本当につけ心地が軽くって、やっぱりここのブランドさん私好きなだけあって思った通りのテクスチャーだったなっていう感じです。どのファンデーションと組み合わせても全然よれたりもしないし、一番ナチュラルにつけられるというか、どなたでもつけやすいのかなって思いました。結構私本当にベースメイクの組み合わせによってはドロドロになっちゃってダメなタイプなんだけど、これに関しては全然大丈夫で、特に撮影の日とかライトをこう浴びるので、今3灯焚いてるけど、これはコンパクトな YouTube の時はコンパクトな3灯だからいいんだけど、本当のダーリッチとかセレブの撮影の時ってがっつり大きいやつでストロボ焚いてパンパン撮られるので、基本的に長時間すごいライトの前にいることが多くって、結構それで焼けてるんじゃないかぐらい結構すごいんだよね。で、熱い顔があんまそんな機会ないと思うんだけどみんなでもその環境下の中だと顔がテカるんだよね。でもそれでもこれは全然大丈夫だったので、そのくらい強力ですよっていう感じで、私ズボラなんで結構濡れたてとかで顔触っちゃうんだけど、それでも割とあんまりよれたりとかしないので、プールとか行く人とかにはおすすめなのかなっていう感じです。続いてこちらラロッシュポテ、これは手に入れやすいのはこちらかなっていう感じ。でもやっぱりファンデーション塗らずにこれでカバーしてるとお肌はよれないし困ることがない。夏の化粧崩れで今年一回も悩んでなくて、それはセレブの粉があるっていうのももちろん無敵なんだけど、で日焼け止めにも困らない。超日焼けしたくないっていう方はこの日焼け止め塗った後にこれとかでもいいかなと思うんだけど、朝時間ない方はこれ1本でいいんじゃないかなと思います。ただこれは個人的見解なので、私の肌に塗布して使ってみた時に感じた意見なので、本来のこのブランドさんたちの伝えたいこととかがどうかとかはわからないんですけれども、個人的なサイト先の目線で評価した日焼け止めのものたちっていう感じになっております。あとは焼けるかどうかもわからない、来年にならないと。でも今のところ別に焼けてないです。体にはそんな私塗らないんだけど、体は多分もしかしたら肩ぐらいは焼けてるかもしれないんだけど、顔は別に焼けた感じはしてないです。今のところ春ぐらいから使い出して。なのでぜひ皆さん日焼け止めの困っている方がいたらぜひこちら参考にしてみてください。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。